今回は、2025冬アニメ、海外評価2編に対する解説と、ネットの反応をお届けします。今期アニメに対する海外の評価、ちょっとおかしくない？おかしいねー。日本で派遣候補、話題沸騰、とされている作品がことごとくランク外なんだよね。で、日本ではほとんど話題になってないような作品が多数ランク上位を占めてる。実際に、海外のアニメランキングサイト、カルマランキング、アニメコーナー、アニメトレンディングのランキングを見てみよう。まずは、カルマランキングから、こちらが2025冬、第1週のランキングだ。ブリーチ、ブルロ、魔王 2099？ 前期アニメとごっちゃになってるね。集計時期が混ざっちゃったんだろうね。前期アニメを除外するとこんな感じ。そして、第2週から第4週までのランキングがこちら。ふむふむ。続いては、アニメコーナー。こちらは第1週から第4週までまとめて掲載。そして最後は、アニメトレンディング。ここだけ画像が2週分しかないので2週分まとめて掲載。ふむふむ。さて、ざっと見た感想は？海外勢って恋愛脳なのかしら？まあ、そういう感想になるよね。オレレベ、薬屋、坂本、ドクスと、この辺が上位にいるのはまあわかるんだけど、この会社に好きな人がいます、と、クラスの大嫌いな女子と結婚することになった、が上位にいるのが全くもって意味不明だね。特にアニメコーナーの視聴者層が謎すぎるわ。この会社に好きな人がいます、が2回も1位を取ってるのはさすがにちょっと首をかしげる事態だね。頭湧いてるのかしら？それはさすがに言い過ぎ。さっき見てもらった表だけだと分かりづらいので、国内で人気のある作品と、海外で上位を占めている作品の一覧表を作ってみたよ。まずは国内派遣候補、人気作、話題作が海外でどう評価されているか。ありえないレベルで順位が低いわね。ギリギリトップ10に留まってる作品がいくつかあるけど、大抵の作品は低評価だね。異世界レッド、と、アベムジカ、が特に低評価ね。次は、なぜか海外で高評価されてる作品群。なんで、花子くん、が上位にいるの？なんでだろうね。好きな作品ではあるけどこれもまた意味不明だね。でもやっぱり恋愛系作品が謎に強いね。なんでこんなランキングになっちゃったのかしら？では、それぞれの作品に対する海外掲示板、レディットの意見を見てみよう。それでは本編をどうぞ。薬剤師日記とソロレベルアップの独占。最初は薬剤師日記を期待していませんでした。アニメトレンドにおける猫娘マオマオの派遣。今シーズンは素晴らしいストーリー展開になりそうだ。待ちきれない。ソロレベルアップ。どうしてこんなに上位にランクインしているのでしょうか？誤解しないでください。私自身は漫画が好きなのですが、海外でも日本でも、人々はあまり興味がないと聞きました。私の普通の友達はアニメをほとんど見ませんが、ソロでレベルアップすることにとても熱中しています。シーズン2を見るつもりでシーズン1をソロでレベル上げし始めたばかりですが、少し退屈で、何が魅力なのかよくわかりません。これは多くの人にとって、赤ちゃんの初めての漫画、なので、この作品が話題になったのは、実際のストーリーではなく、そのアートだけによるものだった。その効果はこの作品でも繰り返されており、アニメーションはかなり優れているが、実際の内容はよくあるパワーファンタジーだ。I have a crush at work は第1位にふさわしい作品です。素晴らしい第1話でした。恋愛関係において大人が大人らしく振る舞うロマンスです。クラッシュアットワークが誰かに取り上げられることを心から願っています。とても期待できそうです。職場で好きな人がいる、がトップにあってよかった。大人の恋愛、特に大人らしく振る舞う恋愛がもっと増えるといいな。職場で片思い中の人の第1話は本当に面白かったけど、ブルーボックスより上で1位になるとは思っていませんでした。恋愛ものは大好きですが、登場人物がほとんど高校生なので、大人のキャラクターが登場するものを楽しみにしていました。悪役令嬢に転生したお父さんがいないからリストは無効。まさか、悪役令嬢転生おじさんと戦隊レッド異世界で冒険者になるがリストにないの？すでに異世界ものに飽き飽きしている人もいるかもしれないけど、この2つは実に良くて見ていて楽しい。楽しんでいますか？感想は？私は悪役アニメのサブジャンルにとても弱いので、偏見を持って素晴らしいと思っています。オープニングとエンディングには個性が溢れているように感じますし、思いやりのある良い父親を描いたメディアにも弱いです。官僚から悪役に飛び移るのは損だ。同意。悪女が自分をどう扱うかにはいつも笑ってしまいます。それに、官僚生活の回想シーンがあるのもいいですね。もっと多くの人に見てもらいたい。エレガンスのチートが面白い。43位にレッドレンジャー？人気が出るとは思わなかったけど、サラリーマンや中年の異世界ものより下ってどういうこと？まだ見ていないよ。これはパワーレンジャーシリーズに関係してるのかな？わら。はい。でも技術的には、パワーレンジャーの元となった日本のオリジナルヒーローであるスーパー戦隊に関連しています。彼のふざけた態度と、絆と友情に対する彼の真剣さに彼女が戸惑っているのを見るのは、とても面白かったです。
彼女がスーパー戦隊のあらゆる論理に疑問を投げかけることで、別の世界ではスーパー戦隊がいかに馬鹿げているかがわかるところが気に入っています。メダリストは今のところあまり注目されていませんが、スポーツアニメは日本国外ではあまり受け入れられないことで知られているのではないですか？昨年の暴走バッテリーがそれを証明しました。でも、少なくとも順位は上がりました。メダリストについては気の毒に思います。テーマやスタジオのせいで人々が無視しているのかどうかはわかりませんが、期待していたよりも低いです。テーマというのはフィギュアスケートのことですか？なぜ人々はフィギュアスケートを無視するのでしょうか？世界の大多数は、4年に一度の5分間以外はフィギュアスケートにそれほど興味を持っていません。この漫画は私のお気に入りの一つですが、アニメはどうですか？ CGI が嫌いでなければ、驚くほどまともです。フィギュアスケートのほとんどは CGI ですが、見栄えはいいです。ただし、これは演技なので、途中で失敗する可能性もあります。坂本デイズは期待外れで、週間チャートでは引き続き下落すると予想します。元殺し屋を前提とした番組にしては、論理的にあまりにも間抜けな感じがします。くだらないコメディを好む人に反対するわけではないが、これは元殺し屋を取り巻く非常に有望な設定の完全なパロディのように感じられた。坂本デイズがもっと面白くなるといいな。3話見たけど、特に何もない感じ。漫画の読者が大げさに言ってたから期待しすぎただけかも。アクションがいまいちでもシーズン全体がただの退屈でも、キャラクターが好きであれば気にしません。しかし今のところ、キャラクターは魅力的ではありません。低予算で制作されたにもかかわらず、ファブルの方がはるかに優れたストーリーでした。3話目でストーリーが凡庸であることを考えると、前週がどのアニメランキングでも上位にいるのは今世紀最大のジョークです。前週には本当にがっかりしました。ルックバックに似た現実的なものを期待していましたが、働きすぎのアニメーターによる現実逃避的な異世界ファンタジーになってしまいました。主人公がめちゃくちゃに強すぎるせいで、物語からあらゆる緊張が消え去ってしまう。主人公が文字通り大量破壊兵器を空中から引き出して召喚できるのだから、モンスターが緊張感を生み出すためにできることはほとんどない。他のキャラクターがほとんど水たまりと同じくらいの深みしかないのも助けにはならない。アニメーションは非常にしっかりしているが、物語的に言えば、全く退屈だ。魔法の杖が機能しなくなり、何らかの実際の脅威が発生する瞬間を待ち続けます。まだ早いので、今のところは疑わしい点は見ないようにしています。虫科はどこにいますか？虫科がトップ10に入らなかったのは少し残念だ。虫科は18位。予想以上の結果でしたが、実際に見れば、このドラマだけでもトップ3入りできる可能性と実力があることがわかるでしょう。虫科は今シーズン最高の作品だが、全く注目されていない。心理的恐怖は、それに見合うだけの注目を集めていません。花子くんがマオマオと坂本を抑えて意外なトップに。花子くんシーズン2がこの投票に乗るとは思っていませんでした。今シーズンは、シーズン1で再編成された主要なストーリーをカバーしているので、素晴らしい内容です。私が花子くんに夢中になったのは、声優がエヴァのシンジだから。番組の残りの部分がとても良くて本当に驚きました。このシリーズには本当に魅力的で楽しい雰囲気があります。日本で大人気なので、もっと注目されることを願っています。こんなに太いアウトラインは似合わないと思うかもしれませんが、他の一般的なアートスタイルに比べてとても魅力的です。トイレに縛られるというのは一体どういうことでしょうか？これは、トイレに住む花子さんという女の子についての日本の都市伝説に基づいています。ただし、このアニメでは幽霊は女の子ではなく男の子になっています。イシュラ36位、人道に対する罪。最近シーズン1を見ましたが、本当に衝撃的でした。シーズン2も今のところクオリティが落ちる気配はありません。今シーズンの私のお気に入りの一つは、イシュラシーズン2です。コーラを飲みながらゲームオブスローンズのアニメ版を見たいなら、強くおすすめします。これまでこの番組には全く興味がなかったのですが、最後の一文を読んで試してみることにしました。クラスの大嫌いな女の子と結婚した、は今シーズン一番嫌いな番組です。なぜこの番組にムカつくのかわかりません。人々が口論ばかりするアニメは大嫌いです。本当に嫌になりました。二人がいつも口論しているのを見るのに、何が愛おしいのかわかりません。嫌いな女の子と結婚するなんて、どうしてトップ10に入ってるの？魅力が全くない。さて、なぜニセ恋の模倣作品が5位なのでしょうか？なぜブルーボックスより上にあるのでしょうか？ブルーボックスに比べると新しいし、ツンデレが好きな人が多い。私です。ツンデレが大好きです。わかります。私もツンデレが大好きです。可愛いロマンチックコメディといえば、臆病者たちよ、おきつらを見ろ。二人の女の子があまりにも素晴らしい。そして、沖縄のトリビアは最高に面白い。素晴らしいキャラクターのダイナミクスと沖縄の面白いトリビアが満載の、おきつらを強くおすすめします。今シーズンの私の心の安らぎとなる番組。ジョークや沖縄文化のレッスンは本当に楽しく、今のところ登場人物全員が大好きです。カナは最高の女の子。
これは、少なくとも、標準、日本語の基礎を理解していないと、主人公が沖縄の方言を理解していないことに共感するのは難しいタイプのアニメだと思います。これを英語に翻訳しようとした人もいましたが、この漫画は言語とアクセントが売りなので非常に困難でした。しかし、日本語を理解して共感できるなら、これは非常にいい漫画です。なるほどね。この会社に好きな人がいます、は、大人のラブロマンス、が見たい人に人気なのか。確かに海外の人って恋愛映画大好きよね。私は全く興味ないんだけども。ただ、あのヒステリックヒロインがギャーギャー叫ぶだけの作品を、大人のラブロマンス、と認識するのはどうかな。指先と連々、みたいにしっとりした作品ならともかく、あんなドタバタした大人げない作品をそう読んでほしくないわね。俺レベ、が人気な理由が、多くの人にとって赤ちゃんの初めての漫画、ってところも興味深いね。なんにも考えずに見る層に受けてるんじゃないの？そういう意味では、クラスの大嫌いな女子、も同じ印象かな。ツンデレなら話の内容なんてどうでもいいって層が一定数いる気がする。ツンデレってそういうことじゃないと思うんだけどな。もっと正しく日本文化を理解してもらいたいわ。主語が大きいよ。あと、悪役令嬢転生おじさん、が官僚だと思ってる人が多くてなかなか面白かったな。官僚じゃないわよ。市役所職員よ。市役所職員って存在が多分わからないんだろうね。まあ、多分この作品の評価が低いのはそこで、日本人ならすぐわかるネタが外国人にはピンとこないってところなんだろうな。老眼ネタが身に染みる世代はアニメ見ないのかしら。第3話のダジャレも相当苦労して翻訳してたみたいだし、日本のおじさんあるあるが通用しにくいんだろうね。戦隊レッド、も同様の理由で低評価なのかな。最低限、パワーレンジャー、がわかる人じゃないと面白みが理解できないんだろうね。海外にも、ナイトライダー、とか、ロボコップ、みたいな独自の人気特撮コンテンツがあるにはあるけど、戦隊ものとは全く違うしね。あのお約束の何が面白いのか分かってないと理解できないのは、外国人も日本人も同じかな。おきつら、はまあ予想通りというか、海外の人にはかなりハードルの高い作品だろうね。うちなあぐちの面白さや沖縄独自の文化を楽しむには、ある程度日本そのものを理解してないと無理だろうからね。ただ、1話目でエヴァやズンサがネタを出したのが海外のアニオタには刺さったみたいね。言っちゃ悪いけど、海外勢が絶賛してる恋愛ものとは比べ物にならないレベルで質が高いから、そんなの見ないでこっち見てほしいんだけどね。メダリスト、は、スポーツアニメは海外に受けない、というジンクスそのまんまだな。世の中の人ってそんなにフィギュアに興味ないのか。一時期フィギュアガチ勢だった身としてはちょっとショックだわ。日本でも一時期よりは人気下がってるっぽいし、実際うちらも最近ほとんど見てないし、そもそも自国民がメダル取れる競技じゃない限り人気がないのはどの国でも同じでしょ。確かにね。フィギュア強い国なんて決まってるからそれ以外の国の人は関心ないのか。あと、花子くん、が好評な理由があのアウトラインが太い絵柄にあるってのが、なるほどなー、って思ったわ。アメリカの子供向けアニメって線が太いもんね。ねねちゃんの足首の太いキャラもその手のアニメに出てきそう。本人気にしてるんだから言わないであげて。あとは声優さんが尾形めぐみさん、鬼頭あかりさんと、エヴァ、鬼滅、でおなじみのお二人ってのも大きいだろうね。尾形めぐみさんめっちゃ人気高いよね。やっぱエヴァは偉大だわ。それにしても、このランキング今後も同じような感じで定着しちゃうのかしら。個人的にはちょっと残念だな。日本で話題になってる作品がもっとガンガン上位に食い込んでほしいね。イシュラ、や、アベムジカ、あたりももっと評価されてほしいわね。今回の動画はいかがでしたか？コメントでご意見を寄せください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。